皆様こんにちは。今回は Swift スポーツの未塗装樹脂の対策をお伝えします。Swift スポーツに乗ってる方なら分かってくれると思うんですが、この車経年劣化で未塗装樹脂がめっちゃ白くなります。ただしワコーズのスーパーハードという白くなった未塗装樹脂を復活させるコーティング剤を塗ると、白く劣化していたとしても結構黒くなってほぼほぼ新車の状態にまで戻せるんですが、それはある程度の劣化までなら大丈夫なんですが、僕みたいに放置しすぎると手遅れになって未塗装樹脂復活剤を塗っても一切復活しなくなります。特にこちらのリアハンドルのところ、僕の場合はスーパーハードを塗っても全く色が黒くならずに白く劣化した状態のままでした。そこで静岡県の浜松にあるセカンドステージという車の外装パーツを専門的に作っている会社の商品を取り付けると、ここまで劣化したパネルがこのレベルになります。めっちゃツヤが出て黒くなってますよね。これは何かというと、純正の未塗装樹脂の上から貼り付けるパーツになります。純正の上から貼り付けるので、未塗装樹脂自体が経年劣化で白くなって汚くなっていても全く問題なく新車以上の状態にできます。実はこちらのパーツですが、結構スイスポ界隈では鉄板のパーツで、オフ会に行ってもつけてる人多いです。取り付けはめっちゃ簡単で、まずは洗車をして貼り付けるところの汚れを落とす。そして貼る前にパーツクリーナーなどで未塗装樹脂を脱脂してからパーツ自体についてる両面テープで貼るだけ。めっちゃ簡単ですね。色はピアノブラックとカーボン調の2色から選べます。カーボンは結構明るめのシルバーみたいな色ですね。こちらのパーツのフィッティングですが、塵が合わないとか聞いたことないレベルで、オフ会で同じパーツを取り付けた人にフィッティングどうやったって聞いても全員が完璧と言っているレベルなので、誰でもつくようにしか貼れないようになっているので失敗することないと思います。もし自分で貼り付けるのが不安な方は、浜松にあるセカンドステージの本社まで行くと代わりに脱脂から貼り付けまで全部やってくれるので、不安な方はぜひ浜松に旅行に来て、ついでにセカンドステージによって貼り付けてもらってください。ちなみにこちらのセカンドステージから車で1分のところに、浜松で有名なお菓子のうなぎパイの工場見学ができる場所があって、うなぎパイの工場見学をすると本来ならば700円ぐらいするうなぎパイセットを無料でもらえるので、浜松に旅行に来たついでにセカンドステージでパーツを実際に見てその場で購入して取り付けてもらうのがいいと思います。浜松にはスズキの本社があったり、アールズやモンスタースポーツもあるので、スイスポ乗りなら間違いなく浜松観光を楽しめると思います。今回はリアハンドルのところだけ取り付けてもらったんですが、ほんと最近ですね、セカンドステージさんからSwift スポーツ用のパーツが大量に新発売されまして、これまでは僕が今回取り付けたリアハンドルのところやドアハンドルの上のところにつけるカバー、フロントとリアのドアの真ん中に貼り付けるパーツ、ミラーのこの隙間のところに貼り付けるパーツが売ってたんですが、2022年8月からこれだけ大量のパーツが新たにラインナップに加わりました。特に今回追加された中でおすすめなのがフォグランプのカバー。やっぱり僕含めて大体の人が気になるフロントグリルの未塗装樹脂のところ、こちらのフォグランプのカバーを上から貼り付けることで劣化したフォグの未塗装樹脂を物理的に隠すことができるので、これめっちゃおすすめです。こちらのフォグランプのカバー、実は僕も今回買ったんですが、まさかの人気すぎて売り切れてまして、今現在1ヶ月から2ヶ月ほど待たないと手に入らないほどの人気になっています。フォグランプカバーの色ですが、リアハンドルのカバーと同じくピアノブラックとカーボン調の2色、実際に仮付けさせてもらいましたので、こちらが実際の映像です。こちらがピアノブラック。ピアノブラックはスイフト純正の色と同じですね。そしてこれがカーボン調。カーボン調はほぼシルバーみたいな結構明るめの色ですね。ピアノブラックは綺麗なんですけど、唯一デメリットがあって、セカンドステージの人も言ってましたが、ピアノブラックにすると飛び石とかで傷が入ると結構目立つし、汚れや指紋が目立つので、そういうのが気になる方はピアノブラックではなくてカーボン調にすると汚れが目立ちにくいのでいいかもしれないですね。僕は最近トラストのリップをピアノブラックと青色の2色で塗り分けして取り付けてもらったので、塗り分けしたツヤありの黒と合うようにピアノブラックを予約注文しました。多分1ヶ月から2ヶ月で届くそうなので、届いたらまたセカンドステージに行って動画撮ってきます。こちらのフォグランプのカバー以外に今回発売されたものですが、メーターの周りに貼り付けるパーツやハンドルの未塗装樹脂のところに貼るパーツ、まだ納車されたばかりの人はそこまで気にならないと思いますが、僕みたいに納車3年も経つと
ハンドルのミ塗装樹脂のところも若干色あせて劣化するので、メーターのところとハンドルのところを同じ色で揃えると結構見た目変わって良さそうですね。個人的にカーボンがだいぶ刺さったので次行った時買います。あとはドアサイドのパネル。スイスポの内装が安く見える原因がミ塗装樹脂だと個人的に思うので、これを貼り付けることで見た目をさらにイケてる感じにできます。ここのミ塗装樹脂も3年も経つと傷とか汚れ、経年劣化が目立ってくるので、貼り付けるだけでだいぶ内装を良くできると思うのでいい感じですね。ピアノブラックも選べますが、今回実際にリアハンドルのところで体感してますが、結構指紋が目立つので、僕みたいな神経質な方は汚れが目立ちにくいカーボン調を選べば間違いないかなと思います。あとはちょっとしたアクセントとして天井のランプに貼り付けるパーツ、内側のドアのハンドルのところに貼り付けるパーツが新しく販売されました。これさっきも言ったんですけど、カーボンが結構見た目ええ感じで、スイスポの安い内装を若干良くしてくれるので、正直めっちゃありですね。次行った時間違いなく買います。ほんとどの商品もフィッティング完璧、塵が合わないとかないので、安心して買っていいと思います。また、セカンドステージさんではスズキのリモコンのカバーも売っていて、スズキ純正のリモコンの上から貼り付ける感じ。上から貼り付けることで電池交換ができなくなるんちゃうかなと思ったんですけど、セカンドステージの人に聞いたら全く問題なく電池交換できるとのこと。さらに追加で1100円払うとカバーに文字入れもしてくれるので、自分だけのリモコンを作れますね。僕も買いたくなったんですけど、セカンドステージに行く前の日に Amazon で ZC33S 用のキーケースを買ったので、今回は買わずでした。ちなみにその買ったキーケースが結構いいので、また動画で紹介します。今回紹介した商品は Amazon や楽天から購入可能ですが、楽天だと定期的にセールやってて、セカンドステージさん自体もセールをやるので、そのタイミングで買えば 20% 安くなったりします。なのでネットで買うときは Amazon より楽天の方がお安く買えると思います。ちなみに店舗で買っても割引適用されるので、今回 20% 引きでお買い物できました。概要欄にセカンドステージの Amazon と楽天のリンクを置いておきますので、ぜひどちらが安いか見てみてください。とこんな感じで Swift スポーツの弱点であるミ塗装樹脂に貼り付けることで見た目をさらに良くできるセカンドステージのパーツでした。本当納車されてから時間が経つにつれて、経年劣化でミ塗装樹脂がめっちゃ汚くなります。そうなってしまうと、いくらワコーズのスーパーハードのようなミ塗装樹脂復活剤を塗っても、新車のような黒には戻らないので、それが嫌な方は納車されたタイミングで定期的にミ塗装樹脂をコーティングするか、僕みたいに物理的に保護することをだいぶおすすめします。前回のトラストのリップ、今回のセカンドステージのパネルときたので、次はサイドスカートあたりを交換しようと思います。ほんとスイスポって無限に社外パーツがあるので、僕のチャンネルでは Swift スポーツに関するパーツ紹介やコスパ最強グッズの紹介、たまに旅行動画なども公開していますので、ぜひこの動画が1ミリでも参考になったよと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画で、最後まで見ていただきありがとうございました。ほなまた。